ここ24時間の市場では大きな変動がいくつも起きています。ビットコインは11万ドルを割り込む場面があった一方で、イーサリアムには ETF を通じて史上最大規模の資金流入が続いています。さらに XRP の ETF 申請や同時コインに関する新しい動きなど、投資家にとって見逃せない材料が次々に出ています。こんにちは、桜井です。この動画では数あるニュースの中から特に重要なトピックを厳選してお届けしていきます。そして単なるニュースの紹介にとどまらず、投資家の皆さんにとって実際の判断に役立つ視線を加えて解説をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。最初の注目ニュースはビットコインの急落です。週末にかけてビットコインはフラッシュクラッシュを起こし、一時的に11万ドルを割り込みました。原因の一つは大口投資家による 24,000BTC、つまりおよそ3億ドル規模の売却です。この動きによって市場全体で5億5000万ドル以上が生産され、大きな混乱を招きました。では、これが今後の相場にどのような意味を持つのかを見ていきます。短期的には売り圧力が強まり、不安定な展開が続く可能性があります。しかし一方で、価格が11万ドル前後で踏みとどまっていることから、一定の買い支えも入っている状況です。テクニカル的には11万ドルをしっかりと維持できるかどうかっていうのが目先の焦点になります。もしこのラインを守れるのであれば、次は12万ドルへの再挑戦も見えてきます。つまり短期的には警戒が必要ですが、中期的にはまだ強気のシナリオが残っていると考えられます。続いて取り上げるのはイーサリアムの ETF 資金流入です。ここ5日間、イーサリアムの現物 ETF には資金が流れ込み続けていて、その規模はなんとビットコイン ETF の10倍に達しています。直近24時間でも1億8300万ドルもの純流入があったと報じられていて、これは投資家の関心が確実にイーサリアムへ移っているということを示しています。では、なぜこれほどまでに資金が集まっているのか。背景にはイーサリアムが持つ実用性の高さと機関投資家の分散投資ニーズがあります。特に企業による保有額が拡大しており、機関資金が本格的に入っていることが大きな強気材料になっています。アナリストの中には、もし現在の流入が継続するのであれば、イーサリアムは年末までに7500ドルに到達する可能性もあると指摘する声もあります。もちろん短期的には市場全体の調整に左右されますが、ビットコインと並ぶ新しい主役候補として注目しておくべき状況です。そして次の3つ目の注目ニュースは XRP の ETF に関する動きです。日本の SBI ホールディングスがビットコインと XRP を組み合わせた ETF を申請したことが報じられています。このニュースは XRP が再び機関投資家の注目を集める大きなきっかけになりそうです。ETF が承認されればXRP に対する新しい資金流入の受け皿となり、価格を押し上げる要因になります。特に日本市場は XRP の取引シェアが高いことから、国内外の投資家にとって非常に注目度の高い材料です。テクニカル的にも XRP は3ドル台をキープしており、もし 3.07 ドルを明確に超えることができれば、さらなる上昇余地が広がると分析されています。短期的には変動が大きいものの、中期的には ETF 関連のニュースが支えとなっていて、強気が続く可能性があります。では、ここからは同時コインの動きを見ていきます。まず注目されたのが、グレースケールが同時コインの現物 ETF を申請したというニュースです。ティッカーは GDOG で、もし承認されれば、ミームコインとしては初の本格的な ETF となります。これが投資家心理を刺激し、同時市場に新しい流れを読み込む可能性があります。一方で、8月には9億同時、ドル換算でおよそ2億8000万ドル相当に相当する巨額な送金が
バイナンスで確認されました。大型保有者、いわゆるクジラが約 6% を売却したとされ、市場に一定の売り圧力がかかっています。さらに新しいプロジェクトとしてマクシードージが登場しました。こちら先日特集の動画を作りましたが、ミーム文化を中心に据えつつ、クロスチェーン対応や最大1000倍のレバレッジを特徴とする大胆な取り組みで注目を集めています。同時コインが持つ長期的な価格サイクルと重ね合わせても、この新プロジェクトに期待を寄せる声も増えています。同時コインは現在 0.22 ドル前後で推移しており、短期的には不安定さが残るものの ETF や新規プロジェクトといった要素が市場の新しい刺激剤となっています。はい。ということで、ここまで個別のニュースを見てきましたけれども、最後に市場全体の流れを整理しておきましょう。まず、一つ目のポイントは、ETF を通じた機関資金の本格流入です。ビットコインに加えて、イーサリアムや XRP、さらには同時コインにまで ETF 関連の話題が広がってきています。これは暗号資産市場がより伝統的な金融の枠組みに組み込まれつつあることを示しています。二つ目は、規制の強化と透明性の向上です。アメリカの CFTC が新たな監視体制を導入するなど、市場がより整備され、機関投資家が参加しやすい環境が整いつつあります。これによって短期的にはボラティリティがあっても、中長期的には健全な成長が期待できます。そして3つ目は、アルトコインごとの個別材料です。イーサリアムは ETF 資金流入、XRP は日本初の ETF 申請、同時コインは新規プロジェクトや ETF の話題と、それぞれの強気材料が出てきています。単なるビットコイン頼みの相場ではなく、複数の銘柄が市場を牽引する流れが見え始めています。この3つの流れが重なることで、暗号資産市場は今後さらにダイナミックに動いていく可能性があります。はい。ということで、ここまでニュースを整理してきましたけれども、最後に僕自身の視点っていうのをね、話してみたいなと思います。まず短期的には、ビットコインが11万ドルを割り込むような場面があったことで、まだまだ乱高下のリスクが残っていると感じています。特に大口投資家の売買による影響は避けられず、短期トレードをする方は慎重なポジション管理が必要だと思います。一方で、中期から長期にかけては、やはりイーサリアムに資金が集まっている点が非常に重要です。ETF を通じた流入が続いているということは、機関投資家が本格的に入ってきている証拠であり、これが市場全体を押し上げる要因になると考えています。また、XRP や同時コインのように、アルトコインにも ETF や新しいプロジェクトといった材料も出てきていることは、分散投資の観点からもプラス要因です。ビットコイン一極集中ではなく、市場全体が成熟していく過程だと捉えています。つまりまとめますと、短期的には警戒しつつも、中期的には強気のシナリオが十分に残されている。そういう見方をしています。投資をされている方は自分のリスク許容度に合わせて戦略を組み立てるということが大切になるんじゃないかなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。